10月22日はこのチャンネルの開設日。無事に1周年を迎えることができたよ。良い機会だから動画のテンプレートをリニューアルしてみることにした。このキャラも AI で適当に作っただけだし、別の新しいキャラに変えようかなと思ったけど、結構愛着もあるから元のキャラを生かしてリニューアルしたよ。他にも結構いろいろなところを変えたけど、基本は今までの動画を尊重することにした。だからリニューアルと言いつつもあまり変わってないけど気にしないでね。この1年を振り返ってのまとめと、次の1年をどうするか話そうと思うけど、その前にスタイル解説をやろうか。このチャンネルの話は最後にするよ。今日のテーマは私の好きな楽器。1周年だからいつもより好きにやるよ。まだ解説したことのない楽器の中で私が好きな楽器を3つほど解説してみる。好きなのに今まで解説しなかったのは素のでの効果が微妙だからだよ。かなり使いにくいスタイルだと思う。まあ私の趣味ということで紹介させてね。まずは比較的無難な効果のピチカート。バイオリン系の特殊な演奏方法のこと。私は BGM や実例で結構使ってるけど、意外にもまだ解説したことはなかった。ピチカートはバイオリン系の楽器を弓ではなく指で弾く演奏のこと。結果としてギターに近い音色になる。素のでもギター系と音色が混じるよ。ただ楽器としてはバイオリン系だから、バイオリン系とも音色が混じるんだ。競合相手が多く音色を保ちにくい。これがピチカートの一番の問題点だね。またバイオリン系の楽器らしく曲をクラシック風にする効果がある。だからピチカートの音色を保とうとピチカートのスタイルを強めに入れると、どんな曲もクラシック風になってしまう。スタイルの強さの調整が難しいね。それじゃ実際にどんな音が出せるか、いろいろな曲のピチカートを聞いてみよう。雨の日も風の日も越えて二人だけの物語を描いて、小さな約束が大きくなった。君といれば全てが宝物、一年経ってもピチカートは独特の音色だけど、そこまで癖の強い音でもない。いろいろな曲に使っても面白いんだけど、素のだと音がすぐに消えるんだ。ピチカートの音は消えることが多い。使うときはその点に注意が必要だね。次に解説する楽器はガムラン。これは正確には音楽ジャンル名だね。ガムランはインドネシアの民族音楽。さまざまな金属系打楽器を使うのが特徴だよ。インドネシア音楽をテーマにしたときにガムランは効果がないと解説したけど、 V5 現在ではそれなりの効果はあるよ。まだ微妙といえば微妙だけどね。ガムランの特徴は独特な金属音と特殊なメロディー、音階を持っていること。でも意外と民族音楽要素は弱いから、ポップな曲に自然に混ざったりするよ。それじゃ実際にどんな音が出せるか、いろいろな曲のガムランを聞いてみよう。君と
ガムランは他の曲と混ぜるとあまり曲調を変えずに音色を追加できる。楽器スタイルとしては便利だけど、民族音楽を作りたい時には困るね。スノでは特殊なメロディーは自然なメロディーに補正されやすい。音楽的に言うと特殊な音階のスタイルは超音階や単音階に上書きされやすいよ。だから特殊なメロディーを残したい時はメロディー要素をできるだけ消した方がいい。歌よりはインストの方が残しやすいし、インストでも楽器数が少ない方がいいね。まあ無理にメロディーを残す必要はない。楽器スタイルとして使った方がいいよ。最後に解説するのはマウスハープ。かなり変わった音を出す楽器だね。ビヨーンって感じの音と言われる。 BGM でもちょうど鳴っている音だよ。ジューズハープという名称が一般的だけど、スノだとこの表記では効果が出ないよ。そしてマウスハープ表記も効果は弱い。しっかりとした音が出ないことも多いよ。しかも普通のハープの音色も出る。スノらしいひどい効果があったりするね。さらにこんな特殊な音だというのになぜか他の楽器とも混ざりやすい。こんな風にいろいろな問題点があって、マウスハープの音を出すのは難しいよ。スタイルインフルエンススライダーを上げてスタイルの効果を高めた方がいいかな。それじゃ実際にどんな音が出せるか、いろいろな曲のマウスハープを聴いてみよう。雨の日も風の日も越えて来るだけの物語を描いて、小さな約束が大きくなった。マウスハープはかなり特殊な音だからあまり出番は多くない音色だと思う。ただスノの音色が混ざる性質によっていろいろな音に影響を与えられるので、音色を変化させるスタイルとして案外面白く使えるスタイルだと思うよ。ただ普通のハープの音まで入るのが使ってみると想像以上に厄介ではあるよ。それじゃこれでスタイル解説は終わり。好きな楽器をじっくりとやれて楽しかった。残りの時間はこのチャンネルの1年間のまとめを簡単にしてみるよ。現在のチャンネル登録者数は5000人強。順調に伸びたなってのが私の印象だよ。ここまで来たら登録者数1万人を目指してみたいと思ってはいるけど、このチャンネルはスノの更新内容で視聴者数が大きく変動するんだ。私個人がどうにかできるものではない。スノがより進化するよう祈るだけだね。1年間に作成した動画は116本。だいたい3日に1本ペースで更新してるね。私としては3日に1本は少し忙しい。4日に1本なら時間に余裕が持てる感じ。だから次の1年は年間100本。このくらいを目標にしようかな。ただちょっと厄介な問題があって、そろそろネタ切れの日が近づいてきた。長々とやってきた音楽ジャンル解説もそろそろ終わりが見えてきたので、新しいシリーズを考えないといけないね。一応いくつか案を考えてはいるよ。1年間の動画の再生回数は15万回弱。1動画平均で1000回は超えているね。私は動画の再生数はあまり気にしてない。100回再生程度でもいいと思ってるよ。というか再生数を気にしてしまうとマイナーなネタを扱えなくなってしまう。ひたすらマウスハープの話をするとか再生数を気にしてたらできなくなるよ。再生数を気にした動画は作成しない。その方針は今後も変えることはないよ。ちなみに私はスノで制作した曲を各種音楽サービスで配信してるけど、再生回数的にはそっちの方が成功してて、
250万再生、収益100万円は超えたよ。自分が独力で作った曲よりも成功してるのは少し悲しい気分になる。音楽配信の方は自分の好みは無視して需要の高い曲をひたすら作ってるから、このチャンネルでは逆に需要を無視して自分の好きなことをやりたいんだ。とはいえ動画を公開してるんだから多くの人に見てもらいたい気持ちもある。だから動画で改善してほしいところとかテーマにしてほしい内容があればコメント欄に書いてもらえれば可能な範囲で対応したいとは思うよ。この1年間のまとめと次の1年の展望はこんな感じかな。それじゃこれからもよろしくね。